はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月10日新月から3月25日満月、次の3月25日は月食なんですけど、そこまでの2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、ちょっとお知らせなんですけれども、私の方で占星術が好きとかタロットが好きという方向けの勉強会メンバーシップをやっています。月に1回は勉強したりとかシェア会したりとか、公開鑑定したりとかしています。でまた個人鑑定もですね、メンバーシップの方優先にご案内していますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。で全然占星術も星もタロットもね勉強してないけど、ただ話聞きたいなとか、私を題材に見てくださいというのもありですので、ご気軽にご参加いただければと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。いきます。はい、ソード2、マジシャン逆、ワンドナイト逆、ワンドエース、ペンタクルス3、死神逆、ソード4逆。気をつけることや対策はカップのエースとペンタクス4とオラクルはじゃん、カップクイーンの逆ですね。なるほど。はい、そうですか。まず星で見た時に今っていうのはなんか未来に向けての期待が強くなるっていう感じで、もっとこうしたいなとかああしたいなとか、こうなったらいいなみたいな夢とか希望とかが湧いてきやすい時なんですね。なのでそれはぜひ止めずにね、その思いっていうのをイマジネーションを輝かせておいてください。でそれに対して具体的にじゃあ何してこれしてっていうよりは、まずはそんなのもいいかもみたいな、そういう可能性っていうのを自分の中に膨らませておいてほしいなっていう感じがします。でとてもなんかね、春から進んでいくぞみたいな、そんな感じがあるんですけれども、そうね、どっから行こうかな。今現状はやっぱりワンドのエースが出てるので、よし頑張るぞとか、よしこうしようみたいな、とってもなんか前向きなポジティブなエネルギーがあるって感じがします。でそれはなんか今ね始まったことではないというか、実は前から考えていたんだけど、前は何かしら足かせを感じたりとか、やりたいんだけどできないみたいな、そういう環境的ななんか妨害だったりとか、これが終わったらやろうみたいな、なんか障害的なものがいろいろあってできなかった、本当はやりたかったけどできなかったことを、じゃあ今やろうみたいな、なんかそんな感じで、やっと準備ができたとか、今ならできるみたいな、そんな感じがあるんですね。でそれに対して実際の現実っていうのも、その自分がこんな勉強してみたいなとか、もしこういった仕事もしてみたいなとか、何かそういう新しい思いに対してエネルギーがどんどん付属していくみたいな感じがあり、新しい人とも出会っていったりとか、自分が何かをやるって言った時に専門的なことを教えてくれる人だったりとか、誰かと協力していくっていう、協力体制ができてきますよっていう感じで言われてるんです。でこれは星でもですね、自分の夢や希望に向かっていくっていうこのエネルギーの時っていうのは、一人というよりも誰かと協力してみんなで一緒にやっていくみたいな、その他者と協力してやっていくっていうエネルギーがあって、実際その強力なエネルギー出てきてるんですね。他にもじゃあ一緒にやってみましょうみたいな、全然違う畑の人ともやってみようとか、コラボしたりとか、そういう可能性がとても広がります。でとても楽しいです。でそれによって、やっぱりできるじゃない私みたいな感じで、とても気持ちが切り替わる。昔の自分の古い映像というか、古い自分像っていうものをやっとここで終えて、私ってもうこんなにできるんだわとか、昔のことがダメっていうことではなく、昔やってきたことを踏まえて、今の私はもっとこんな風にできるっていう新しい自分を発見するっていう風に出ています。これとてもいいです。これも前々からそうしたかったけど、なかなかできなかった、なかなかタイミングを逃していたってことに対して、ようやく踏ん切りがつくっていうのかな。これは現実がっていうよりも、自分の意識の中で覚悟が決まるとか、意識の中でのことだと思います。っていうのは、みんななんていうかな、理想としてはこうありたいとかこうしたいって思いがあっても、その深いところの意識ではまだ準備ができてないっていうこともあると思うんですけど、
やっとなんかその深いところの意識もやっと準備が整うっていう感じがします。で何か分かんないんですけど、何かがちょっと足を引っ張ってるというか、こうなんて言ったらいいんですかね、こう全てを手放しにもう後戻りできないっていうぐらいなんか行くっていうよりは、何か一つ残しながらこう最後のなんていうかな、こう術っていうか、なんかそういう救いの道というか出口というか、何か一つを残しながら、いや変わります変わりますって言ってるみたいな、いやこれ変えたいんですって言いながら、この残してるものが結構足かせになってたりとかするんですよね。でこの残してる意識って何なのかなっていうと、なんかそれが私はこれのような気がするんですけど、やっぱり現状を荒立てたくないとか、そんなになんかこう何かを巻き込んで、例えば家族を巻き込んでまで何かをしたくないとか、そんなにこうね大きな変化っていうものはあんまり起こさない方がいいんだと、こう静かにあまり問題なく、でも自分だけは変わりたいみたいな、なんかそんな感じだったのかなって感じがするんですけど、まあそれでも全然いいですよ。他者の力を借りて今できる時なので、今自分のできる範囲のことでやってみるっていうのはとてもいいです。でそうやって他者の力を借りたり環境的な応援を受けて、ようやく自分の中でも踏ん切りがつくとか、やっぱそうだよねとか、あんまり気にしてたけどそれはいっかみたいな、何かにこう踏ん切りをつけられて、新しいリスタートができるっていう感じがします。ただその後ですね、3月20日の春分以降っていうのは新しい流れに入っていくっていうことなんですけれど、3月20日以降っていうのはお牛座の皆さんにとってはちょっと休憩期間というか、じゃあもう本当に春から新しく、春って言ってもいつが春なのって感じだと思うんですけど、4月の20日以降ぐらいにお誕生日になってくるよっていう、その前っていうのはちょっと休憩したりとか波動調整したりとかしなきゃいけないので、あんまりねその無理だけはしないでくださいね。やっぱりこういうね大きな心理的な変化だったり改革だったりっていう時って結構ね体も変わる方が多いんですね。体が変わるからマインドが変わるのか、マインドが変わるから体が反応して変わるとかわからないんですけど、なんか身体的なね肉体的な脱皮も起きやすい時みたいなので、ゆっくり寝るようにしてください。しっかり休むようにしてくださいね。体の声を聞くというかね、たっぷり寝るって感じかな、これは。でそして、そのことさえ気をつけていれば、本当にこの期間っていうのは新しい可能性っていうのが自分からどんどん湧いてくる。自分から楽しいなとか、これができて幸せだとかっていうその感覚がすごく湧いてきます。やっとだってやりたかったことやっとできるんですもんね。なんか自分でも嬉しいと思うし、すがすがしいと思います。でその中で大事にしたいものもちゃんと大事にしていける、お金も貯めれるみたいな感じがあって、やっとっていうか、こう自分が思うように働けたりとか、お金もセーブしたりとかしながら大事なものは守っていけるっていうふうに出ています。なのでとても安定してるんですよね。安定してる。ただ先ほど体も変わるかもねって言ったんですけど、ちょっとこう調整期間に入ってくると意識はすごく高い、だけど体がついていかないみたいな、ちょっとしたそのタイムラグっていうのがあるんですよね。でそれがもしかしたら体の方が先に何か変化が起こって、あれなんでこんなことになってんだろうみたいな、なんかそういうなんか意味不明なジンマシンが出てきたとか、そういうなんかあれここが痛いなとか、なんか昔からのその持病がちょっと出てきたぞとか、そういうのももしかしたらあるかもしれませんが、それは本当に体力が低下してるとか病気でっていうよりも、何かこう自分が今リセットしようとしてるんだっていうその意識の中で起こる物理的な変化っていう感じがするので、あんまりナイーブにならないでくださいね。そしてこのね喜びがこう湧き上がってくる時に、なんか一緒にいろんな感情も湧き上がってくるみたいで、そこがちょっと注意ですね。ちょっと見てみます、オラクルを。このオラクルがねカップのクイーン、私から見ると逆なんですけど、カップのクイーンっていうのはとても繊細でナイーブで独特な感性があるんですね。で独特な感性って本当に見えないものが見えるとか、本当に優しさを感じるとか、そういうのもとってもいいものもあるんですけど、自分だけのオリジナルな感性が磨かれているっていう時っていろんなことに反応しやすくなるので、特にこの3月10日なんて魚座で起こる新月ですから、非常にナイーブになったり他者の言葉に惑わされやすいっていうのもあったりするので、ちょっとこの最初の1週間ぐらいは
自分がどう思ってるのかとか、自分の中心につながるっていう意識を忘れないでください。ちょっと見てみますね。ワンドのクイーンですね。はい、エンペラー。もうすごい、エンペラーにストレングスにワンドのクイーンですよ。すごいなんかね、この今こうやろうとしてることって、もしかしたらお仕事とかその自分のなんか転職みたいな、これが私の力だって思うような何かを生み出そうとしてるって感じがするんですね。でその時にどうやってそれをやっていくかって言ったら、ありきたりな方法とかもちろんこうやったらいいよっていう方法あると思うんですけど、一番は自分の感性なんだと、自分のセンスなんだと、それを磨くんだっていうふうに言われていて、でそれをまだ自分で信じてないって感じがしたんです、この逆位置っていうのは。だけど補佐カードで出したのは、自分の体から湧いてくるその情熱に従ってよっていう思いとか、いやいやいや、その他者と比べてどうとか偉い人の真似をするとかじゃなくて、自分の中にある信念やなんていうかプライドや感覚に従っていいんだよっていうこととか、不可能を可能にするのは自分の愛しかないよみたいな、なんかものすごい力強いメッセージが来てまして、なのでまだ自分でそれを信じてないって感じがしたんです。自分にしかないこの感性、自分にしかないこのセンスっていうのは自分でしか認める人いないんですけど、それをまだ自分で認めてないのかなって感じがしたので、せっかく今ね、ようやくなんか古い自分にこう終止符を打って新しい自分になるぞっていう時に、まだ少しね体調の変化とか休みは必要だよっていうふうに言われてますけど、わあオリジナルなセンスが磨かれてるんだっていうのがもう私の一番の今回感じたことでした。はい、もうここで終えてもいいぐらいなんですけれど、ちょっともうちょっと解説しようかな。一番は今起きてる進化っていうのは本当にそういうことですね。でもしこれお仕事で言うならば、仕事が変わるっていう方もいらっしゃると思いますし、または仕事自体は変わらないんだけど、自分の仕事に対してのなんか、意識が変わる、取り組み方意識が変わるって感じがします。なんかどうしようかなって思いながらその仕事をするのではなく、もうはっきりとした目的を持って、今年はこんだけお金が必要なんだからこれだけ頑張って働くぞとか、何かはっきりとした目的を持って取り組んでいくようになると。でそれにはもちろんそれをこなすだけの、体調の管理も必要だし、センスも磨かれていきますよっていうふうに言われている感じがしました。で人間関係に関しては大きく動くというよりは、今のテリトリーの中で、ちょっと手を伸ばせばつながるかなっていう方たちと関わりながら何かを固めていくっていう感じですね。一緒に喜んでわーっていうよりも、それぞれの知識や技術を持ち寄って何かを固めていきたいんだっていう感じがします。で人間関係に関しても、自分の中のこういう人と関わりたいとか、こういう関係性を持ちたいという思いがしっかりしていれば、周りに惑わされることなくもうお互いに違う道を行く時は離れることもあるかもしれないけれど、その代わり自分の中にはしっかりとしたその価値や、感覚や喜びっていうのがもうあるから、これからの人生に必要のない人は離れていくのかなって感じですね。はい、はい、そんな感じかな。ちょっと一応セルフセラピーカードも見させてください。セルフセラピーカードね、どうでしょうね。ちょっと見てみますね。おうちの皆さん、気をつけることは、ハートブレイクっていうのが出てるので、やっぱりね繊細になってる時なんでね、今魚座の新月の時っていうのは、あまりこう人からの言葉に惑わされすぎたりとか、繊細になりすぎてこれも繊細っていう意味もあったりするんですけど、ナイーブになりすぎないでねって感じかな。だからこそなんていうか警戒していたのかもしれませんが、でもね傷ついてるって感じじゃないんですよ。別にもし誰か人間関係でもね離れていく人がいたとしても、別にその人もう良かったわみたいな感じだし、それ以外の喜びの方にもう意識が向いてるので、あんまりそれ気にならない感じですね。
なのでこれ一番気をつけてほしいのは自分の感性を自分で疑わないっていうことですかね。ちょっとどうしたらいいのか対策を見てみます。選択ということで、自分にふさわしいものを選択していってください。妥協とか消去法とかじゃなくて、今の自分にふさわしいものを自分で選ぶっていうようにしてみてくださいね。そしてこの2週間で得られる宇宙からのギフトは、はい、フリーダムということで、自由が手に入るそうですよ。でも自由ってちょっと漠然とした言葉ですけれども、何か自分の中でやりたくてもできなかったとか、何かこれさえこうなればって思っていた条件だったりとか、そういった自分で自分の鎖をつながれてるなと思っていた鎖を外せるよっていうのが、この自由の意味だと思いますね。そして最後は、はい、ジョイということで喜んでますね。わーいって感じで、仲間と手をつなぎながら喜んでる。だから全然その人間関係もなんか縁のなかった人は離れていくのかなって感じはありますけれども、逆に離れていってもらうことによってよりコアな仲間と集えるとか、ストレスなくいい人間関係を作っていけるって感じがしました。大事なものは守っていけるってことですよね。はい、ただ今回のこのメッセージ通して一番私的に印象的だったのは、やっぱ自分のセンスを自分で疑わないってことですね。もう今自分のセンスが磨かれてるっていう時なので、自分の感覚を信じてやってみてください。ということで今回ここまでにしておきます。また次回25日までにアップしたいと思います。もし何かしら良かったよっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。